ししまるです。現在韓国ソウルに来ております。この旅で3番目に泊まるホテルのルームツアーをしたいと思います。皆さん現在新ノニョン駅に来ているんですけれども、こちらのホテルオクラウドなんですけれども、もう何回も泊まってるんですが、ぜひよかったら今回のお部屋のレビュー一緒にご参考にください。最後にはこの旅の旅行の費用など全部公開いたします。お楽しみに。それでは始まりました。ししまるのルームツアーをしたいと思います。今回最後に引っ越ししてきたホテルなんですけれども、なんと今回新ノニョン駅にございますオクラウドホテルというところに来ました。パチ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 ということで、もう何回も宿泊してるんですけれども、皆さんよかったら簡単にルームツアーいたしますので、ぜひご覧くださいませ。こういう感じでね、結構普通にロングステイもともとできるような感じの間取りになってたんで、電子レンジがついてたりとか、あとは冷蔵庫も普通についてたりとか、キッチン周りとかもかなりすっきりついてるんですけれども、こういう感じでここね、使い勝手が本当にいいんですよ。じゃじゃーん。一旦ちょっと早速なんですけれども、水回り簡単にご紹介したいと思います。じゃーん。ってなことで完璧です。今回なんとドンセンと合流いたしました。イエーイこういう感じで水回りになっておりまして、でお部屋がこちら、タララーン。めちゃくちゃシンプルで使いやすくって、すっごい広く使えるんですよ、ここ快適に。で実は今過去はね、もう全然ずっと予約できてたんですけど、今予約が本当に取れづらくなってしまって、結構何ヶ月ぐらい前とかから予約をしてた方がいいかなと思うんですけれども、お部屋が広くて荷物も出し入れしやすくて、カンナムの UH フラットシグニチャーに比べたらもう相当快適に過ごすことができました。あそこはすごい綺麗で、壁紙とかもねすごい綺麗なんですけど、なんか使い勝手個人的には足の踏み場も全くなくて、もうすごい生活しづらかったかなっていう感じです。化粧品とかももうぐちゃぐちゃで、あそこ電子レンジにタオルかけたりしとったからさ、でもやばいやろ、ほんまにやばかったよ。でもここはもうそういうことがまず基本的にないので、こっちの方がお値段もお手頃だと思います、比較的。なので皆さん平日と週末で、あとは週末から平日にまたいでの料金って若干違うと思うので、ぜひ、いろいろサイトでチェックしてみてください。新ノニョン駅ってもうすっごい便利なんで、カンナムと直結してたりとか、キンポ空港にもう乗り換えなしで行けたりするので、すごく便利です。キンポ空港からこちらに来るのに基本的にリムジンバスインチョンとかやったら1万7000ウォンとかかかるけど、電車とかやったら100何円とか200円ぐらいで来れるので、コスパもかなりいいと思います。それでは外に出ていきたいと思います。じゃん。さて、それでは今からメガニドンセント行こうと思ってるんですけれども、今回特別企画ということで、4泊5日航空券泊まったホテルなど全部旅費を公開しようと思います。まず行きます。渡韓前にかかる費用としては細かく分けましたので、皆さん一緒に合わせてご覧ください。まず費用としては航空券と宿泊費ですよね。ししまる今回航空券に関してはなんと12,740円往復年差すべて込みで購入いたしました。やばくない？でちなみに1泊目、2泊目、3泊目、4泊目ということで、それぞれチャプターで、過去に分けてますので、動画ご覧いただいたらいいと思うんですけれども、1泊目ですね、トンデムンのホテルに宿泊した時、あちらが6304円で宿泊しております。で今回 2,3 泊目ですね、カンナムの UH シグニチャーホテルで宿泊したのが、1泊だいたい約7,500円1人当たりなので15,000円で宿泊しております。で4泊目、今回のオクラウドですね。でこちらが1泊のみしてるんですけれども、こちらが住所が新ノンヒョンって書いて新ノニョンなんですけれども、オクラウドが1人1万円で合計合わせたら31,304円なんですけれども、今回新ノニョンのところオクラウドが一番すごいいいですね。で値段も高かったんで、
合わせましてこちらの金額でございます。まずは渡韓前にかかる費用としてはこの金額合わせて合計すると44,000トンで44円。獅子丸になってる、すごない金額。これたまたまなんですけど、でも4泊5日でホテルこんだけ変えて4万円台ってめちゃくちゃ安いでしょ。もう今回航空券がめちゃくちゃすっごい頑張って取ったんですよ。なのでお安く行くことができました。この1年で一番安かったん違うかなって思っております。皆さんもぜひ照らし合わせながら見ていってくれたらいいなと思ってるんですけど、次ですね、大事なのが移動費ですね。移動費なんですけれども、日本国内の交通費、これ多分ね高いんですよ。獅子丸の場合は車移動するので関空の駐車場代が4泊5日4泊分で約1万円。今なんか割引できなくなってるからめっちゃ高なったんですよね。で難波から関空でこれ高速代なんですけれども、片道が2050円とかなんで4010円で、関空の連絡橋っていうのがあるんですけど、これ1回分940円取られてガソリン代大体1000円ぐらいかなって思ってるんで、これ全部見積もって1万5000円ちょっとぐらいなんですよね。なので多分この日本国内で空港まで行く移動費って皆さん違うと思うんですけど、獅子丸の場合は車なんで高い。ほんまバスでも高いような4000円ぐらいしますもんね。で続きまして韓国内での交通費ということになるんですけれども、今回はALEX、アレックスっていうのは一切乗ってません。っていうか今回はっていうか獅子丸乗ったこと1回か2回ぐらいしかないんですよ。使わないです、ほぼ。で地下鉄、バス、タクシーということでカテゴライズさせてもらってるんですけれども、ホテルを移動してる代わりに自分が行くところっていうのはホテルの近所の方が多いので、そんなに実は移動費かかってないんですよね。なので地下鉄に関してはだいたい5日間で約1000円ぐらいですね。バスも同じぐらいです。だいたい約1000円ぐらいで、タクシーに関しては1000円ってなってるんですけど、これは1人で移動してる時じゃなくって複数人で移動した時にタクシー乗るとか、1人だったら夜中乗ったりとかで、あとはもう体がね限界を迎えた時に乗ったりっていうので、今回は1000円分ぐらいで合計だいたい3000円ぐらいでした。なのでリムジンバスとか使う方はもっと高いですね。往復4000円ぐらいスタートになるので、韓国内の交通費はもっと高くなってるはずです。金歩なのでこういう金額で行けておりました。で食費に関してなんですけれども、だいたい約1日5000円と計算して朝昼夜ですね。これ日によりますよね。最後の日なんていいとこ食べに行ってるから値段もあれなんですけど、カフェ代とかも同じなんですけど、これコンビニって書いてる。コンビニじゃなくてなんかメガとかコンポーズとかちょっと格安系のところで絶対食後飲まないと気が済まないので5日分と、あと映え系のカフェは高いんで、だいたい2000円ぐらい、これ大体の金額で見積もっております。で5日間で大体カフェ代が2000円ぐらいで、プラスデザート食べたらかかるんですけども、そんな感じですよね。でその他としてはお土産代になるんですけれども、皆さん多分職場の方とか、家族にお土産買うんですけど、獅子丸逆で韓国の友人に日本のお土産を持ってくるんですよ。なので3000円からぐらいですよね。で宅配関係っていうところなんですけれども、これは配送したりとか楽して移動したいときは、この金額2000円ぐらい大体かかってきております。で美容代なんですけれども、これは皮膚管理とかいろいろ行く時があるので、行く時は値段200万とかはするんですよ。でも行かなかったらゼロなんで今回は行ってないです。でお買い物、これに関してはもう人それぞれだと思います。何を買ったかっていうのはもう全然その時のパターンによって違ってくると思うので、一旦これは省きたいと思います。で合計いたしますと、獅子丸のリアルな旅行費用ということで、航空券とか宿泊費とか全部合わせてだいたい約9万円弱ぐらいです。いかがでしょうか皆さん。正直約25年も行ったり来たりしてるので、旅費に関してはホテル代がかなり値段上がってきてますね。昔のパッケージとかだったら3泊4日で19,800円とか全然あったんですけど、でもその便はホテル指定できないとか、便があんまり良くないとか、そんなんやったんですけど、皆さんいかがでしょうか。もう安く行こうと思ったらなんぼでも絞れたりするんですけど、値段はねもうピンキリだと思うんですけど、だいたいどこまでが限界かっていうのはそれぞれ皆さんによって違うと思うんですよね。一人旅される方なんていうのは本当に一番コスパが正直悪いと思います。複数人でホテルでシェアした方が絶対にコスパはいいと思ってるんですけれども、
皆様の中で過去に一番コスパよく旅できたなって思う旅はどんなんだったんでしょうか。ぜひ体験談コメントお待ちしております。今回旅費めちゃくちゃ抑えたつもりやったんですけど、いかがでしたでしょうか。それではちょっとでもためになったと思う方はぜひぜひいいね、チャンネル登録、ハイプボタンもお待ちしております。またすぐにお会いしましょう。じゃあね。